こんにちは。N1 文法ドリル第12課へようこそ。今日のテーマは、伴るとなるとです。例文を聞いてください。社長ともなると、やはり発言には重みがありますね。社長ともなると、やはり発言には重みがありますね。年末ともなると、どこもかしこも人が多くなります。年末ともなると、どこもかしこも人が多くなります。プロともなると、どんな状況でも落ち着いて対処します。プロともなると、どんな状況でも落ち着いて対処します。海外生活が長くなるともなると、日本の文化を懐かしく思うことも増えます。海外生活が長くなるともなると、日本の文化を懐かしく思うことも増えます。ドリル1、反復練習です。聞いて、繰り返してください。N1 合格ともなると、就職に有利になるでしょう。N1 合格ともなると、就職に有利になるでしょう。一人暮らしともなると、自炊する機会が増えますね。一人暮らしともなると、自炊する機会が増えますね。ベテランの社員ともなると、仕事の効率が格段に上がります。ベテランの社員ともなると、仕事の効率が格段に上がります。新しいプロジェクトのリーダーともなると、プレッシャーも大きい。新しいプロジェクトのリーダーともなると、プレッシャーも大きい。大統領ともなると、その一言一言が世界に影響を与える。大統領ともなると、その一言一言が世界に影響を与える。都会の生活ともなると、交通費もバカにならない。都会の生活ともなると、交通費もバカにならない。ドリル2、代入練習です。社会人。社会人ともなると、生活費の管理が大変だ。留学。留学ともなると、生活費の管理が大変だ。結婚。結婚ともなると、生活費の管理が大変だ。子育て。子育てともなると、生活費の管理が大変だ。社長。社長ともなると、生活費の管理が大変だ。プロの選手。プロの選手ともなると、生活費の管理が大変だ。N1 合格。N1 合格ともなると、生活費の管理が大変だ。年末。年末ともなると、生活費の管理が大変だ。ドリル3、変形練習です。このレストランは有名だから、週末は予約でいっぱいだ。有名なレストランともなると、週末は予約でいっぱいだ。彼は専門家だから、難しい問題でもすぐに解決できる。
専門家ともなると難しい問題でもすぐに解決できる。年を取ると健康に気を使うようになる。年齢を重ねるともなると健康に気を使うようになる。部長になったら責任が重くなる。部長ともなると責任が重くなる。年末になるとデパートは混雑する。年末ともなるとデパートは混雑する。海外で暮らすと言葉の壁にぶつかることもある。海外生活ともなると言葉の壁にぶつかることもある。ドリル4、質問に答えてください。社長ともなると毎日どんなことを考えていると思いますか？やはり会社の未来や社員の生活について考えていると思います。N1 合格ともなるとどんなメリットがあると思いますか？日本語を活かせる仕事の選択肢が広がると思います。子育てともなると何が一番大変だと感じますか？自分の時間がなくなることが一番大変だと感じます。プロのスポーツ選手ともなるとどんな努力が必要ですか？才能だけでなく日々の厳しい練習が不可欠だと思います。海外旅行ともなると準備で最も重要なことは何ですか？パスポートや航空券の手配はもちろん、現地の情報収集も重要です。会話練習です。今年も年末ともなると、会社の忘年会が近づいてきましたね。幹事ともなると準備が大変ですが、社員みんなが楽しみにしていますから。そうですね。部長ともなると、挨拶も考えないといけないし、プレッシャーも大きいでしょう。確かに。でも、ああいう場ともなると、普段話せない人とも交流できるいい機会ですよね。その通りです。私も、せっかくの機会ですから、普段話さない部署の人と積極的に話してみようと思っています。いいですね。私もそうしようかな。今日の授業はここまでです。お疲れ様でした。